はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい。2025年最初のレビューは、CCZ-BC01 Pro Harmony 1DD プラス 1BA モデルです。1月3日発売ということで、それに合わせてのレビューです。少し前に同じ CCZ-DC02 ソロのレビューをしたけど、それに似た感じのボディというか、ハウジング側は DC02 と同じっぽい。カラー展開は2色、グリーンが特に綺麗ですね。フェイスプレートの感じ、ちょっと KZ の AS16 Pro を思い出します。特許取得済みのイヤーフィンも検査、片側 4.6g と軽めです。BA はどこかな？ダイナミックドライバーの隣、この辺だね。ノズル内部じゃないんですね。それなら広域がきつく感じないのかな？波形で確認するか。はい。ああ、中広域が割と明るめのチューニング。広域、超広域はそんなにきつくなさそうですね。そうだね。CCZ、DC02、DC02 ソロと比較すると、この出方でも中広域は一番抑えられてる感じだ。そして全体的に DC02 ソロに似た部分が多い。この2モデルをピックアップした理由は、メーカーが同じで価格帯が似てるから。ドライバー構成は違うんだけど、BC02 は CCZ の3000円以下の価格帯で工程バランスが一番気に入ってるから。2024年の振り返りの中でも BC02 は評価してましたもんね。そう。そして DC02 ソロは割と新しいモデルだから比較の対象にした。かなり似てることが分かったし、ソロの比較対象にしてよかったね。そうだな。こんなに似てるとは思わなかったよ。話は変わるけど KB イヤーの新製品ってことで KT01 っていうイヤーチップを送ってもらったんだ。SML 各サイズ1ペアで1000円ちょっとっていう価格なんで手は出しやすいと思う。触った感じちょっとウェットっぽかったんで同型のこの3モデルと波形比較してみた。特性に大きな特徴はないようだな。ただ傘の部分が他3つと比べてかなり薄く装着感自体はいいと思うんだけど、自分の耳にはどうやっても合わなくて低域が抜けちゃうんで残念ながらレギュラー入りはできないわ。個人差あるから合う人には合うと思うけど、こんな結果でしたってことで。そういうこともあるんですね。イヤホン以外にもう一つあるんでしたね。イヤホンケースです。イヤホンだけじゃなくて小物なら色々入りそう。これも送ってもらったの？そうよ。イージーイヤホンズさん、この頃よく送ってくれるのよね。ちょっと贅沢な雰囲気も悪くないかな。で、これどうですか？外出の時リュックに入れといたけど、セミハードケースっていうのかな。型が崩れないんで中身はしっかり守れるし、余裕あるんでポータブル USB ダックとかも一緒に入るね。KB イヤーファンの人にはぜひってことで。はい、KB イヤーファンじゃない人にもぜひ。はい、じゃあサウンドチェックで聞き比べてみよう。DC02 ソロをレビューした時のデータに BC01 Pro を追加収録してみた。音調整の基準も DC02 にしてるので DC02 を持っている人は BC01 Pro との違いがより分かりやすいんじゃないかな。とはいえかなり似てるんで違いわかるかな？はい、じゃあよーく聞いてみます。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
TC02 に似てましたね。でも、波形比較通り、この辺りの差分が分かりました。TC02 の方がちょっと明るめでしたね。これだと TC02 持ってる人はスルーでいいって気がしない？そうだね。実機で聞き比べてもかなり似てたから。低域寄りのバランスで中域を結構落としてるあたり、ドンシャリ系のチューニングだけど BC01 プロは高域がきつく感じないんで聞き疲れはしにくいかな。BC02 は自分の解釈ではバランスタイプ。この比較と収録音では高域寄りに感じるかもだけど BC02 を基準にした収録音の差分が出るんで実際の聞き心地はかなりいいと改めて感じたわ。最初の主張はケーブルをいきなりナイス HCK スノールナで聞いたんだけど低域が強いモデルなんでそこが強化される結果でちょっと苦手な印象だった。なのでバンドルケーブルでいろいろ聞き比べてみたんだけどバランスだけならこっちの方が良かった。じゃあ、広域が割と出るタイプのリケーブルだとどうなんでしょうね。ああ、ちょっとやってみよう。まず広域が出やすいと思ってるナイス HCK レッド AG。 なるほど、確かに中広域が増しボーカルもくっきりしてきた。ただ低域も一緒に上がってくるからちょっと EQ で落としたいね。曲によって落とし幅は変化してマックスで3デシベルぐらいまでだったけどこれですっきりしてすごく聞きやすくなったよ。低域好きな人はそのままでいいですかね。もちろんそのままでいいでしょう。 EQ 入れずにリケーブルでバランス接続にすればかなり低域の圧が楽しめると思うよ。あと中広域の増し方はレッド AG ほどじゃないけど KBE や ST12 も悪くなかった。 ST12 は結構売れてるみたい。リケーブルはしたいけどそんなに予算はないっていう場合にはまずこの辺りの価格帯から選ぶのもあり。再生側にバランス接続に対応したものが必要だけどできればバランス接続できる方がおすすめ。今回もバンドルケーブルに比べ分離がはっきりしたのは確かだししっかり鳴らせてるって感じがする。あと今回の聞き比べで以前レビューした DC02 ソロの印象が変わってとてもいい感じだった。 BC01 プロの印象は？まとめるとこんな感じ。リケーブルしたり EQ で少し調整はしたけど2000円台でこれだけ鳴ってくれれば十分じゃないかな。そうですね。はい。ということで、CC セットの 1TT プラス 1BA モデル BC01 プロハーモニーのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。